今日はホンダのフォーク11に試乗しています。このモデルについては発表試乗会の時に収録した短いレビューをすでにお届けしていますが、あれ以降このモデルにじっくり乗ったことはないということで、今回ですね、改めてこのモデルに乗ってみようということになりました。今回の試乗インプレも2本の動画になると思います。この前編ではいつもの峠道を走ってこのモデルの基本的な走行フィーリングを確認し、後編帰りの高速道路ではこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、装備品、そして良かった点悪かった点などのまとめをコメントしたいと思います。ですのでそれら2本の動画を見ていただくことでこのモデルについてはおおむね理解していただけると思います。ぜひご覧ください。それでは今回試乗したホンダフォーク11の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2190mm、全幅は 710mm、全高は 1160mm、ホイールベースは 1510mm、最低地上高は 200mm、シート高は 820mm、車両重量は 214kg、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 180/5517 インチ、メインフレームは CRF1100L アフリカツインから受け継いだスチール製のセミダブルクレードルフレーム、シートレールはアルミ製です。キャスター角は25度、トレール量は 98mm となっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 直列2気筒、ボアストロークは 92mm×81.4mm で総排気量は 1000-82cc、圧縮比は 10.1 で最高出力は102馬力7500回転、最大トルクは104ニュートンメーター6250回転となっています。給排気バルブの駆動にはホンダ独自のユニカムバルブトレインを採用。同じプラットフォームを利用している NT1100 が DCT 車のみの設定であるのに対してこのモデルはマニュアルトランスミッションのみの設定となっています。トランスミッションは常時噛合式の6段リターンです。排気系のレイアウト、サイレンサーの外観はご覧の通りです。フロントサスペンションは昭和製の倒立タイプ SFF-BP でプリロードアジャスターを装備しています。リアサスペンションはプロリンク式で分離加圧式ショックアブソーバーとアルミ製ロングスイングアームの組み合わせとなっています。フロントブレーキは日清製ラジアルマウント対向4ピストンキャリパーと 310mm 系のローターを組み合わせたセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ、リアは日清製片押しタイプピンスライド方式のワンポットキャリパーと 256mm 系のローターを組み合わせたシングルディスクブレーキとなっています。前後 ABS は標準装備です。ハンドル周辺の外観はご覧の通りとなっています。一般的な ABS 樹脂製ではなく手間とコストのかかる FRP 製のロケットカウルがこのモデルの外観上の最大の特徴で、カウルの内側を覗き込むと繊維を貼り合わせた様子を楽しむことができます。また独特の位置にマウントされたバックミラーもこのモデルの特徴と言えるでしょう。メーターパネルは円形の反転液晶タイプでエンジンパワー、ホンダセレクタブルトルクコントロール、エンジンブレーキのセッティングなどのパラメータを表示するほか多彩な表示機能を持っています。走行モードはスポーツ、スタンダード、レイン、ユーザーの4種類を搭載しています。ハンドルバーは垂れ角、絞り角の比較的大きなセパレートハンドル、左側スイッチボックスは多機能なタイプを採用し、スロットルは電子制御式となっています。またフロントブレーキのマスターシリンダーは純粋なラジアルタイプを採用しています。ライダーから見て左側のフロントフォークにはダイヤルがあり、プリロード調節が可能となっています。ブレーキレバー側には角度調節のアジャスターダイヤルを装備しています。左右のステップ、ペダルの形状はご覧の通りとなっています。
エッジが効いたデザインを採用した燃料タンクの容量は14リットル。ライダーズシートは前後着座位置の自由度が大きく取られており、様々なライディングフォームに対応。シート下には標準装備の ETC2.0 車載機が格納されているほか、近年のバイクとしては空間的な余裕も多い方だと言えるでしょう。すべての透過器類には LED を採用しています。サイドスタンドはやや無骨な形状ながら接地面が広く安定性は高いと言えるでしょう。それではいつもの峠道を走ってみます。いつもコメントしていますが、この峠道はもうここから緩やかに登っています。今私はスポーツモード、最も元気のいいモードで走っていて、ギアは4速、速度はだいたい40キロ半ばといったあたりです。いつもやっていることですので、ちょっとエンジンに意地悪をしてみたいと思います。あえて6速トップギアにシフトアップします。はい、今6速にシフトアップしました。で、今速度はだいたい40キロ半ばといったあたり、若干ガクガクしていますが、エンストしそうな歩道ではないですね。もうちょっと速度も落とせそうだという感じもしますが、さすがにアフリカツインに搭載されているエンジンだけあって、低回転域は相当粘るといった感じがします。それではスロットルを開けて普通の走行状態に移行したいと思います。はい、もうエンジンの回転数で2000回転に到達すれば、エンジンのフィーリングは全くガクガクすることもなく、普通の走行状態といった感じです。で、ここから徐々に上りがきつくなってくるので、今4速にシフトダウンしました。4速に入れておけば、このエンジンは低回転域から十分なトルクがあるので、こういった峠道を右手の開け閉めだけでスムーズに走れるのではないかと思います。今4速で少し開け閉めしているのですが、このエンジンのフィーリングというのは先日試乗インプレをお届けした XL750 トランザルプと少し似ているところがあって、エンジン自体のその基本的なトルク変動、ドロドロとしたフィーリングというのはライダーのシートであったりとか、あとハンドルバー、グリップあたりからも伝わってくるのですが、やはりそのハンドルバーあたりには若干ではありますけれども、少し何らかの歯車というかメカが噛み合っているような感触、微細な振動と言って良いと思いますが、そういったものが混ざっていて、もしかしたらこういうフィーリングというのはユニカムバルブトレイン、つまり吸気バルブはカムシャフトの直押し、排気バルブはロッカーアームを介して1本のカムシャフトで給排気バルブを駆動しているというこの方式、独特のテイストというか味わいなのかもしれません。それではここから本格的な上り坂が始まるので、少しエンジンの音をお聞かせしたいと思います。今3速です。これでエンジンの回転数は3000回転をちょっと超えたあたり、まだまだ余裕がありそうなので、あえて2速にシフトダウンしました。今エンジンの回転数は5000回転弱といったあたりですが、これぐらいエンジンを回し始めると、これもまたフィーリングが XL750 トランザルプのエンジンと少し似ていますが、徐々にグリップに伝わってくるその微細な振動のピリピリ感というのは収束して、だんだんそれがまろやかになってくる、そんな感じですね。でちょっとスロットルを大きめに開けると、猛然とそのドロドロとしたトルク変動を伴いながら加速するといった感じ。排気量がそれなりにあるので当然といえば当然ですが、これぐらいの峠道であれば
エンジンの全回転域におけるトルク、パワーともに申し分なし、不足は全く感じません。あとこれも270度クランクを持つ並列2気筒エンジンらしい部分ですが、スロットルを大きく開けた時もリアタイヤのグリップがとてもたっぷりしているというか、ちょっとやそっとでは滑らないだろうなという感触がライダーにも伝わってきます。こういったトラクション感覚の良さ、タイヤのグリップ感の良さというのがライダーに伝わる、これが270度クランクを採用した並列2気筒が最近増えている原因の一つではないかと思います。今5000回転まで回してみましたが、このエンジンはその先ほど言った微細な振動というのが完全に収束するということはなく、先ほど言った通りある程度エンジンを回し始めるとハンドルバー、グリップあたりにわずかに伝わってきたそのピリピリとした感触がどんどん収束していくといった感じです。言ってみればこのハンドルバー、グリップ周りからも270度クランクらしいドロドロとしたトルク変動のフィーリングが伝わってくるといった感じでしょうか。気持ちがいいので先ほどから2速に入れっぱなしで走っていますが、さすが電子制御スロットルですね。非常に細かいというか微細なライダーのその右手の操作、スロットル操作に対してもエンジンはとても忠実に反応してくれるといった感じです。このモデルはスーパースポーツなどとは立ち位置が違うモデルではありますが、これだけ峠道が走りやすいとちょっとスピードには注意した方がいいかもしれないですね。このモデルはロケットカウルを持つちょっとネオクラシック的なモデルでもありますが、速度はそれなりに出るので、ある意味自制心が必要なモデルでもあると言えると思います。峠道のこちらは道が荒れているのですが、こういったところでスロットルを開け閉めしても先ほど言った270度クランクがもたらしているであろう豊かなリアタイヤのグリップ感があるので、全くタイヤのグリップなどに不足は感じません。エンジンの回転数今3000回転あたりですが、その私がよく言っている270度クランクらしいドロドロ感というのは180度クランクのズババババっていうフィーリングとは若干違って、もうちょっとこう波形が穏やかといいますか、オシロスコープでいうところの制限波みたいな、そういった感じのこう波打つようなトルク変動なので、ライダーとしては非常に心地がいいという感じがします。あとこれはちょっと不思議なことなのですが、アフリカツインに試乗させてもらった時はもうちょっとこうなんというかエンジンのレスポンスもこう軽やかというか、スロットル操作に対する突きの良さみたいなのが強調されているかなと感じていたのですが、このモデルはどちらかというと少しエンジンのクランクマスを増やしたような、エンジン内部のフライホイール成分を増やしたような、そういったフィーリングがあって、この辺りもこのロケットカウルを持つ外観とエンジンのフィーリングが合っているなという感じがします。給排気系の変更だけでも相当エンジンのフィーリングは変わるということですので、もしかしたらこのモデルはエンジン、そしてフレームなど主要部分をアフリカツインと共有していますけれども、エンジンなどに関しては専用のセッティングが与えられている可能性もあると思います。発表試乗会では時間が短いので、ここまでエンジンのフィーリングを感じ取ることはできなかったのですが、こうして改めてじっくり乗ってみると、このエンジンというのは扱いやすくもあり、パワフル、トルクフルでもあり、そして味わいが豊かでもあるなと思います。
ここはぐるっと回り込んだコーナーが2つつながっている S 字のような場所なのですが、こういったところも、リアブレーキで少し今調節していますけれども、基本的にはもうスロットル操作だけで駆け抜けることができる、エンジンの方はそれだけ従順ということでしょうね。あとこれは車体にも関連するところですが、ちょっとこのエンジンタンク周りのあたりに好ましい程度の重さ、ボリューム感が感じられて、これも乗っている時のライダーの安心感につながっているような気がします。はい、それでは U ターンしてみます。今道路の縁石のところに工事をしていたんで土があって、そこで少しタイヤが滑りましたが、そういった時も先ほど言ったエンジンのこの右手に対する忠実度が高いので、スロットルをちょっと弱めることですぐに収束したといった感じ。このモデルはセパレートハンドル、しかも結構垂れ角、絞り角も大きめのハンドルを採用しているので、少し空いたところではハンドル切れ角が足りないような感触もありましたが、先ほどフルロックまでは至っていませんでしたが、タンクへの干渉はなかったように思います。こういったモデルとしてはですけれども、意外とああいった U ターンなどの小技も決めやすい、そんな車体、ハンドル周りではないかと思います。で、今度峠道の上り、こちらはまだ道が荒れているんですが、こういうところを走ると、このモデルは人によってどのようなイメージを持つか分かりませんが、私としてはもうちょっとシャープで軽快なハンドリング、身のこなしをイメージしていたのですが、意外にも好ましい落ち着きというか、他社のモデルで恐縮なんですが、どちらかというとこの車体というか身のこなしはスズキのはやぶさなどに近いかなという気がしています。具体的に言うと、低く長い車体を左右にこういった峠道でゴロンゴロンと転がすような、そういったフィーリングが強くて、裏を返せば安定性がとても高いということも言えるのではないかと思います。乗っている感触としては、例えばスーパースポーツなどとは明らかに違う方向を向いている、ハンドリングというか車体の挙動ではないかと思います。峠道を走ったぐらいでは車体の剛性感みたいなコメントはできないんですが、そうですね、カチカチではないですけれども、やはり車体はしっかりしているという印象です。こういった荒れた峠道で大きめのギャップを拾ったとしても、車体がそんなに不安定になることもなく、感触としてはタイヤ、サスペンション、そしてメインフレームなどを全部使ってギャップを吸収している、いなしているといった感じ。最近のホンダ車では結構そういうフィーリングが多いですけれども、ライダーとしてはそんなに正確な入力を車体に加える必要はなく、こういう峠道をかなりイージーに気楽に走れるといった感触でもあります。そうですね、今あえて軽いコーナーだったんでブレーキを使わずに進入してみましたが、ああいったところでも速度によりけりですが、きっかけのブレーキングなどはあまり必要としない、そんな車体の扱いやすさであると思います。私はもうちょっと全体的に柔らかい前後のサスペンションをイメージしていたのですが、先ほどまで走っていたちょっと路面が荒れている峠道だと、どちらかというとサスペンションはダンパーによって程よく動きが規制されているという感じ。その割に乗り心地が良くて、これは私の想像ですけれども、例えばこのアスファルトの表面のこの粒々であったりとか、細かいギャップに対しては前後のサスペンションはとてもしなやかに動いていて、そして大きいギャップなどを拾った時というのはサスペンションはそんなに動かないんだけど、タイヤやフレームなどでそういった大きなギャップをいなしているという感じですので、ちょっと最近ではこういうフィーリングは珍しいですけれども、サスペンションがそんなにふわふわ動いているわけではないんですが、乗り心地はとてもいいといった感じ。
あとこれはアフリカツインと車体を共有していることに起因するものだと思いますが、ホイールベースが結構長いんじゃないかと思います。その関係もあって前後のタイヤがそれぞれギャップを拾った時にもライダーが着座している位置というのはそのピッチングの影響が及びにくい。これもこのモデルの乗り心地の良さ、そして前後タイヤのフィーリングの良さにもつながっているのではないかと思います。あとこのモデルは先ほども言った通りセパレートハンドルを採用していて、垂れ角、絞り角結構ある方だと思うのですが、車体が扱いやすいのでライダーはそんなにというか、ハンドルバーに入力せずともこういった峠道を気持ちよく走れるといった感じ。もちろんこういうハンドルバーの場合はステアリングに余計な入力をしないというのが基本となると思いますけれども、このモデルではそういったことがまさにできてしまうという、そういった印象です。車体の見た目が低く長いという感じなので、配当性がもうちょっと穏やかというかソフトなのかなと思っていたんですが、こうして峠道を走らせてみると結構よく車体が曲がってくれる、ライダーの目線の方向にくるっと向いてくれるという印象です。スーパースポーツのようにひたすらシャープで軽快というのとは全く違うハンドリング、身のこなしではあると思いますが、これはこれでとても乗りやすく、そしてあえて言えばスポーティーなハンドリングでもあるなと思います。ブレーキはどうでしょうか。パッドがローターに食いつく様子がとてもよくわかります。でこれに関してはあまりアピールされていなかったので私もノーマークだったのですが、このモデルは見てみるとブレーキはラジアルポンプマスターなんですね。しかもセミラジアルではなく、シリンダーがハンドルバーに直角に交わっているので、純粋なラジアルポンプマスターが採用されているようです。ですのでブレーキのフィーリングもいいし、先ほど言った通りパッドにローターが食いついているようなフィーリングというのもとてもよく伝わってきます。レバーの方は比較的しっかりとした握り応えがある方ですが、そこから微妙に力を加えていくと、それをブレーキの方がとてもよく汲み取ってくれるといった感じ。先ほど言ったラジアルポンプマスターが採用されていることもあって、制動力もものすごく効きますし、そして立ち上がり、制動力の立ち上がりが唐突感がないというのもいいですね。そして今リアブレーキを試していますが、そういったフロントブレーキに組み合わされているリアブレーキなので、私はもうちょっと実用的な制動力という面では控えめ、ソフトなのかなと思ったのですが、リアブレーキもよく効きます。単純にリアホイールの回転や駆動力を調整するというリアブレーキではなく、実際に止まるためにも使えるリアブレーキといった感じ。ペダルの踏み応えもフロントブレーキとちょっと似ています。硬くもなく柔らかくもなく、遊びが取れてからは適度な踏み応えが出てくる感じで、そこからはあまり深く入ることはありませんけれども、その狭い範囲でこのリアブレーキを十分にコントロールできるといった印象です。あとこのモデルはこの垂れ角、絞り角が結構大きめのハンドルバーと釣り合いを取るためか、シートの前後の着座位置の自由度があります。先ほどから私はだいたいシートの真ん中あたりに着座しているのですが、このようにタンクに近い位置に座ることもできますし、あと思いっきり腰を引くと、こうするともう完全に肘は伸びきってしまいますが、これはこれでロケットカウルのクラシカルな雰囲気ともマッチしたライディングポジションであると思います。またやってみると分かることですが、肘は伸びきってしまいますけども、完全にお尻をシートのストッパーというか段差に当たるまで引くと、
ライダーの入力はもう直接リアタイヤに対してこう入力している、車体を介してというよりはもう直接リアタイヤを傾けていくような、そういった入力のフィーリングになるので、これまたちょっとこのクラシカルな外観のこのモデルとは合っている。またこういう乗り方をするとハンドルバーに余計な入力をしなくて済むので、そうですね、どちらかというと峠道を走るときは肘は伸びきってしまいますけども、完全にお尻をシートのストッパーに当たるまで引いた方が楽しいかもしれないですね。はい、ということでホンダフォーク11でいつもの峠道を走って、その基本的なフィーリングを確認してみました。それでは。